この動画では、シスコ DNA センターのオーラと呼ばれるツールに関して紹介したいと思います。私、シスコシステムズでエンジニアをしております。箕浦と申します。よろしくお願いいたします。では、オーラの説明に入る前に、皆様、日々の DNA センターの運用において、様々な課題やトラブルに遭遇することがあるかと思います。現在、DNA センターに限らず、シスコの様々な製品では、コンテナ技術が使用されています。コンテナ技術の導入に伴い、製品の中身が非常に複雑化し、その結果、皆様も日々運用している DNA センターの状態が本当に正常なのかどうかの確認が難しいなと感じているかと思います。また、DNA センターを運用していく過程で、DNA センターのアップグレードは避けて通れません。アップグレードの際は、事前に検証環境でアップグレード手順を確認し、手順書を作成し、その後、商用環境でアップグレードを実施するかと思います。しかし、きちんと準備をして、手順書に従ってアップグレードを実施したのにもかかわらず、アップグレードに失敗した経験のあるお客様もおられるかと思います。このような DNA センターの課題やトラブルを解決するツールが ORA Audit and Upgrade Readiness Analyzer になります。ORA は皆様が日々運用している DNA センターの状態が本当に正常なのかどうかを確認し、現在の状態がアップグレードを実施するのに適しているかどうかを判断するための情報を提供してくれるツールになります。オーラが確認した内容、結果は PDF として出力され、この PDF レポートをもとに問題点に対する修正を行うことで、皆様が日々運用している DNA センターをより健全な状態に近づけることが可能です。こちらがオーラが出力した PDF レポートになります。この PDF レポートから皆様が運用している DNA センターで発生している普通では気づきにくいような問題を簡単に把握することが可能です。オーラに関して別途お金はかかるのか、事前準備は何が必要なのか、実行時にサービス通信への影響はあるのか、実行時間はどの程度なのかと様々な疑問があるかと思います。こちらに対する回答として、まず、オーラは無償になります。どのお客様でも無償で使用可能です。また、事前準備に関しては、GitHub から DNA センターに対して、オーラのリポジトリをダウンロードするのみです。また、オーラを実行した際に、サービス通信への影響はありません。実行時間に関しては、非 SD アクセス環境の場合は15分程度、SD アクセス環境の場合は、SD アクセス化しているデバイス数に依存します。ここで、オーラのダウンロードに関して、DNA センターがインターネットに出ることができないエアギャップ環境のお客様もおられるかと思います。この場合、どうすればよいかと疑問が生じるかと思います。こちらに関して、DNA センターにオーラをダウンロードする方法は全部で3種類あります。DNA センターが直接インターネットに出られる場合は、DNA センターにアクセスし、Git コマンドを実行し、オーラをダウンロードします。DNA センターがプロキシ経由でインターネットと通信する場合は、Git コマンドを実行する際に、経由するプロキシサーバーを指定します。DNA センターがインターネットに出られないエアギャップ環境の場合、事前に管理者が手動で GitHub からオーラをダウンロードし、手動で DNA センターにオーラをアップロードする必要があります。では、
実際に DNA センターに対して GitHub からオーラをダウンロードし、オーラを実行し、診断結果である PDF レポートを取得してみます。Google で DNA、オーラなどと検索すれば、GitHub のオーラのページがヒットしますので、クリックします。そして画面右上のコードをクリックし、オーラのリポジトリの URL をコピーします。次に DNA センターに CLI 経由でアクセスします。このデモの DNA センターは直接インターネットに出れるため Git コマンドを使用し、先ほどコピーした URL からオーラをダウンロードします。ダウンロードが完了しますと DNAC-ORA という名前のフォルダーが作成されます。このフォルダーの中の緑色の DNAC アンダーバーオーラがオーラのプログラムになりますので、こちらを実行します。オーラを実行すると、まず最初に DNA センターの GUI にアクセスする際のユーザー名とパスワードが求められます。その後、DNA センターの CLI にアクセスする際に使用するマグレブユーザーのパスワードが求められます。これらを入力しますと、オーラによる健全性の確認が開始されます。完了まで少し時間がかかりますので、早送りします。オーラが完了しますと、このように PDF レポートが生成されますので、SCP などを使用して PC にダウンロードします。こちらがオーラによって生成された DNA センターの健全性の確認結果になります。レポートの最初には、オーラが確認した項目数、そしてその中で重大なエラーを検出した項目数、軽微なエラーを検出した項目数が表示されます。重大なエラーを検出した項目に関しては、より詳細な内容を確認することが可能です。また、オーラがどのようなことを確認したかをレポートから見ることも可能です。最後にまとめになります。DNA センターのアップグレード前にオーラを実行し、普段の正常性確認では気がつかないような問題点を洗い出し、それを修正することで DNA センターのアップグレードに失敗する可能性を減らすことができますので、ぜひ皆様もオーラの活用をご検討のほどよろしくお願いいたします。